東京大学名誉教授小林寛道先生。日本はアメリカとかよりトレーニング理論遅れてるってよく聞くんですけど、そんなことないですね。それは間違ってますね。日本のバイオメカニクスっていう動作分析は特に陸上関係では世界一です。はっきり言ってこれからは体幹だけじゃダメだよと。体幹といろんな筋肉と脳ですね。脳の時代に入りますよ。いやもうそれ常識ですよ今。逆に体を使うことが脳を刺激して脳が優秀なんですね。だから子供が非常に重要です。運動不足の子供は脳が発達しにくいんですよ。認知症の進行を止めるっていうのには運動が必要なんですけど、どういう運動をしたらいいかっていうことになると、もう明らかにその体の体幹深部筋が脳と直結してますので、そういう時代なんですよ。これからもっともっといくテーマがクオリティオブモーションじゃないかと思ってるんですよ。本当に大事なのは自分の体を上手に動かすことだと。クオリティですね。僕は実は世界を狙ってます、もう冗談でなくね。これからの概念ですね。皆さんこんにちは。今日は最新のスポーツ科学についてお聞きするということで、東京大学名誉教授小林寛道先生と UCLA 卒東京大学駒場 QOM ジムトレーナーの名古屋茂彦先生に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに小林先生のプロフィールを紹介させてください。小林先生は東京大学、そして東京大学大学院を卒業された後、名古屋大学の助教授を経て、その後は東大の教授を歴任され、現在は東京大学の名誉教授となられています。専門分野は運動生理学、バイオメカニクスなど幅広く数々の論文を残されています。まさにスポーツの専門家という方です。この経歴見てますと、先生はアミノバイタルの開発者なんですね。どういうふうな経緯で開発に携わったんでしょうか。それはですね、ちょうどドーピングというのが出てくることですね。で中国のマー軍団っていう、ものすごい強かったんですけど、亀の生き血を飲むとかですね、冬中滑走とかそういうので、これからドーピングの時代になっちゃうんだなと。それで何とかしてドーピング、日本の選手をドーピングから守らなきゃいけないと。しかし選手としてはですね、もう強くなるためには何でもやりますっていう、そういう精神構造だったんですね。で実は私が、日本陸上競技連盟の科学委員長っていうんで、かなり選手のコンディショニングの研究とかコーチトレーニングのサポートなんかをやっておりまして、最初に栄養サポートっていうチームを作ってですね、それで完璧な食事でトレーニング、コーチトレーニングをやったんですが、どうしてもですね、足りないものがあると。例えば簡単なことを言うとピーキングって言いまして、初めきついのからずっとピーキングで試合に臨むと大体みんな風邪ひいたりするんですよ。免疫がなくなっちゃったりですね。それから、疲労骨折ですね。筋肉をものすごくみんな鍛えてると、骨の方が耐えられなくなって骨折を起こしてしまうとか、あるいは膝ですね、筋肉はいいんだけど靭帯がおかしくなるとかですね、その他トレーニングをやると貧血になってしまうとかですね、肝機能がものすごく落ちてしまうとか、これは何とかしなきゃいけないなという条件がいくつかトレーニングだけでは改善できない問題があったんです。それで当時はですね、トレーニングは やればやるほどね強くなれるんだっていうふうに考えてたんですが、やっぱりこっちはコンディショニングというものを上手にやらないといけないと。それでですね、ある時栄養学のセミナーで実はこういう問題があるんだけれどって言ったら、味の素っていう会社の人が何かその味の素のアミノ酸というものを使って、それまでアミノ酸というのは有益なんですけど、そういう有益じゃなくて何か別のに使えないかなっていうふうにリサーチしてた人がいるんですね。でその人は東大の野球部のキャッチャーなんですけどそれで、僕のところに来まして、いや先生の話を聞けばアミノ酸を使えばなんとかできそうだっていう話になって、それでじゃあアミノ酸を本格的に、研究を始めたんですね。そしたらすごくいい結果が出まして、それを商品化しようということで最初にできたのがアミノバイタル。
あ、聞いたことあります。それでこんなにいいものができたので、はい、特許を出しましょうということで、私が3人の名前で特許を出して、そのうちのファーストネームが僕で、セカンドが大谷、3番目が国本っていう、そういう感じで特許を出して、そしてこれを販売しましょうっていうんで、東大の陸上部の学生なんかもいろいろ使ってる、駒張用の学生なんかも使って、当時まだ駒張りはあった時ですね。ありましてね。それで栄養が悪い人ほどよく効くんですよ。そしてポパイのほうれん草みたいに飲めば強くなるっていう考えは良くないけど、疲労を回復するのに早めるっていうことで出しましょうっていう、混乱しないようにですね、そのようなことで、当時全くゼロだったのが売れに売れてですね、で今日に至ったっていう、そういうアミノ酸ブームの火付け役ですね。確かに今でいうともうアミノ酸の商品ってたくさんありますもんね。BCA だったりとか。それの一番最初やりました。はい。ありがとうございます。運動学だけじゃなくて栄養学などにも精通されているっていうことで。運動学っていうのは何かっていう話がありますけど、結局トレーニングを一生懸命やってもですね、それをどう体がついていかなきゃいけないので、トレーニングっていうのは基本的にはエネルギーが減るわけですよ、発散するから。それをどう満たしていくかっていう、そこのところの考えがほとんどなかったんですね、当時としては。やれば強くなるっていう考え方根性みたいな感じで、今陸上の話先生されたんですけど、先生ご経歴にもあるように陸上に関わっていることも多いと思うんですけど、先生もともと陸上をやられてたんですね。そういうのもある。そうです。学生時代は陸上競技で、主に400メートルリレーからフルマラソンまでやりました。めちゃくちゃいろいろ。それで長くなればなるほど弱くなりますね。で一番強かったのが800メートルです。中距離って呼ばれるような。そうですね。中距離っていうのは一番その短距離的な要素と長距離的な要素が必要だって言われてて、一番ハードで日本のレベルも低かったし、人がやりたがらないんですよ。ヨーロッパでは中距離ってすごい人気あるんですけど、日本では中距離人気なくて、そういうところで実力が出るんですよ、私。じゃあちょうどいいところで。そう、人が一生懸命競争してるところよりもちょっと外れたところで競争するのがどうも得意みたいな感じですね。ちょっとマニアックなところで。そうですそうですそうです。それで言うとマニアックで言うと、当時スポーツ科学っていうのもそんなにまだ大きく発展してたものではない気がするんですけど、どういう経緯で進まれたんですか。そのさっきの話とちょっと関連するんですが、当時ですね、教育学部の中に体育学健康教育学科っていう学科がありまして、今はないですね。今はなくなりました。その学科が大事だっていうことは分かってるんだけど、東大出てまで体育の先生なんかになりたくねえやっていうのがほとんどなんで、当時は基本は体育の先生になるような人が行くような学科だった。ほとんど行かなかったんです。そういうことか。行く人が非常に少なくてですね、それで外部からの補充とかね、なんとかありましたが、それからもう一つ、進振りっていうのは今でもありますけど、どこも行くところがなかった人の最後の救いのポジションみたいなところがあったんです。先輩には失礼なんですけど、なんか点数で決まってきますね、進振りって。そうです。でなんか人気ないところに点数が比較的低い人が行くっていう構造に今ではなってますけど。そうですね。それで僕は実は離散を受けてたんですよ。そうなんですか。で離散でもうちょっと入れそうだったんですけど、ちょっとダメだったもんですからそれでどうしようかなって言って、じゃあ分散にしたんですよ。文献に。で分散にしてフランス文学者でもなろうかなと思ったんですけど、ものすごくできる人がいるんですよ。そういうフランス文学でドイツ文学でもこれはダメだと、じゃあ人がやらないことをやりたいっていうのが一つあって、いろいろ探すと、そういう誰も行かないようなところ、これがチャンスだっていうのが一つですね。それからそこからよく考えてみると、これからの時代っていうのはスポーツとかね、体のことっていうのはものすごく大事だからっていうんで、僕は非常に成績が良くて、80点台はなかったんですけど、70点台はあったので、ある程度いろんなところ行けたんですが、体育行ったらすごい喜ばれまして優秀な生徒が来たので7年ぶりの
7年ぶりの第一志望者が来たって第一志望いた。はい、でその後僕の姿を見て優秀な後輩がずらっと毎年入ってくるようになりました、僕いつもトップなんですよ。最初行くってことですね。それで東大の進学した途端にこの人は将来の東大教授だねって自分の人に言われた、自分もそのつもりで常にトップを走ってるつもりで今日に至ってそういう人がその体育学科に来てくれてめっちゃ教授たちも喜んだってことですね。ものすごい喜んだんですが、あいにく皆さんが知ってるのは安田城攻めぐらいしかわからないと思いますが我々の時代がそういう紛争の開始がありまして、学生運動みたいなことですよね。で私もまあ元気が良かったものでそこそこ活動しましてそれですぐ東大の先生になる予定が1年間わらじを履いてこいと言われまして名古屋大学に行きまして、そういうこともあってたんですね。はい、それで名古屋大学で18年わらじを履きましたそしたら名古屋大学が日本一になってしまいまして、どういうことですか？いろんな業績とかね、立派な先生がいたんでね、先輩はね。で東大が霞んでしまったんですよ、それで東大に来いって言われまして一応取り戻そうと。はいそんな感じですよね、いろいろあります人生には。はい。波乱万丈のご経歴ということでありがとうございます。で実際に運動の先生がご研究されてきた内容について移りたいと思うんですけど、その先生が提唱されている理論でその動作の質を高める運動が重要っていうのが、主にあると思うんですけど、この動作の質っていうのはどういうことなのかなとお聞きしたいなと思ってます。はい、これは結局スキルですね。スキル、一番大事なのは、体力だと精神力だとあとスキルだっていうそういう話になってるんですね、基本的には。だからあとはいろんなスポーツの能力を高めるのは一番大事なのは呼吸循環機能っていうのが一番の流行りだったんですけどね、心臓循環機能ですね。それから筋力、筋神経系、それからその精神力、それからコーディネーションっていうスキルですね。でスキルっていうのをどうやって高めるかっていうと、実際にそのスポーツに関連した場面でスキルの練習するじゃないですか。でも今度は陸上に例を取ると、例えば腰高で走りなさいって言って腰を高くして走りなさいって言って、僕が散々練習したけど腰を高くして走れないんですよ。でももをしっかり上げなさいって、ももを上げるとお尻が落ちちゃうんですね。だからスキルと言いましても何が本当のスキルなのか、筋力だったら筋力やれば強くなりますし、何キロ上げるかとか、ね、だから呼吸循環機能だと走り込むとか、いろいろありますけども、そこのところがやっぱり非常に難しいところだなっていう。定量化しにくそうですよね、スキルって。そこが一つ昔からありまして、結局ですね、スポーツ科学といっても国民っていうか、多くの人の健康づくりっていうのがやっぱりメインにあるんですね。そうすると1968年ケネス・クーパーっていう人がエアロビクスっていうんで有酸素運動っていうのを出しまして、それで有酸素運動が世界中にバーッと流行りました。で有酸素運動だけではダメだっていうんで、一般の人も筋トレをやりましょうと。でも筋トレっていうのはもともと1900年ぐらいからですね、友人関東っていう人が、関東じゃない三道っていう人が今間違えました。小林関東先生。三道っていう人が1900年にですね、ダンベルを作ってそれを通知販売してですね、そしてその筋トレを立派な体を作るっていう、それは1900年からそのチャンピオン大会っていうのをやってるんですね。でそういう流れでずっと来てるので、筋トレがヘルスっていうより要するにボディのもう体を良くするっていう形でボディビルディングみたいな。そうですね、そういう系統でずっと流れが来てて、で今その高齢化社会とか健康づくりで有酸素運動と筋トレをやりましょうっていう話でバーッと来てますよね。それだけじゃないよと。本当に大事なのは自分の体を動かす、上手に動かすことだと。しかしね、
それがすごくこう難しいんですよ、現実問題としてはね、その技術。でもその動作の質、もう一つはどうして動作の質っていうか QOL っていうクオリティオブライフっていう、これがまあ WHO がそれをちょっともじりまして QOM にしたんですね。クオリティオブモーション。モーション。はい。で動きの質。例えば1日1万歩歩きましょうと、健康づくりに1万歩歩きましょうと言っても、変な格好して歩くよりはさっさっさっさと歩いた方がまあいいわけですよね、理想的には。そういうものをどう表現するかっていった時に QOM っていう言葉で表現したらいいんじゃないかなと。動作の質、それがだんだん10年以上いろいろ考えているうちに、やっぱりスポーツも動作を上手にするっていうクオリティですね。だから世の中はクエンティティっていうのは量ですよね。だから長距離なんかでも、いや20キロ毎日走んなきゃダメだ、30キロ走んなきゃダメだと、たまに40キロ走るから俺は強いんだっていうけど、そういうもんじゃないんじゃないかって、もう少しそのクオリティの部分も必要なんじゃないかっていう部分もありますよね。確かにそれまでのスポーツ科学だと、例えば何キロ上げるだったりとか、何回とか何メートルとか、そういった研究が主流だったっていうことですか。まあそれほど甘くないですけど、もっと深いですけど、でもその動作の質っていうと、実は脳神経系とか脳と神経のつながりとか、動作をうまくやる、それから反射の問題とか、そういう神経系の問題が入ってくるんですね。これが難しいんです実は。それでこれからもっともっといくテーマがクオリティオブモーションじゃないかと思ってるんですよ。それで要するにエアロビクス、マッスルトレーニング、アンドクオリティオブモーションでいけるかなと思って僕は実は世界を狙ってます、もう冗談でなくね。それの走りとして QOM というのを今東大から、東大より前に発信してるとかあるんですけど、一応東大から発信してるっていう、これからの概念ですね。エアロビクス、マッスルトレーニング and QOM いうふうにやりたいなと思ってるんですね。今 QOM の話だったと思うんですけど、このスライドみたいに陸上でのこれは陸上での QOM っていう感じなんですか。そうですね。一つ一番左にあるのは実はもも上げ、ももを速く走るためのどういう筋肉を使ったらいいかっていう考え方ですね、筋トレ。ちょうどですね、マック式トレーニングっていうのが戦後ずっとありましてですね、それでしっかりももを高く上げなさいと、それで地面をしっかり蹴りなさいっていう、土の時代のランニング走法っていうのはこれがすごく主流だったんですね。まだ競技する面が土だった時代ってことですか。そうですそうです。で大腿直筋っていうのを中心に足を高く上げる。それから腓腹筋ですね、ガストロクネミウスっていうんですが、それをしっかり蹴るっていう、でそういうのが大体30年間ぐらい続いてたんですよ。でもこれをやってる時に世界のレベルから日本はすごい遅れちゃいまして、当時ですね、吉岡隆徳って貴則さんっていうのが本名なんですけど、10秒3で走ってるんですよ。だから日本人はね、スプリンターとして劣ってるかっていうとそうじゃないんだけど、やっぱり練習の方法が良くなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それでこの左側はですね、そのマック式トレーニングっていうのでですね、もも上げと強いキック力っていうのを当時はやってたっていうことですね。それを、僕らの時代も学生時代はそれです。それで僕が科学院になりまして、実は天才的ランナーと言われた不破弘樹という高校生でですね、10秒43かなんかで日本記録出してくる人がいましてですね、不破弘樹っていう天才ランナーなんですね。でこの人を体力測定したら、失礼な言い方だけど何も優れたところがないんですよ。筋力もそんな強くないし、どうしてあんなに速く走れるのかっていうところを考えた結果、前の部分と後ろの部分ですね、ハムストリングスっていうんですけど、ここのバランスで足のキックじゃなくてこういう回転系の動きをしてるんじゃないかっていうことに気がついて、太ももの後ろ側の鍛えなきゃいけないっていう
でその頃ちょうど全天候トラックっていうのが流行って出てきましてですね、で今までの全天候トラックでやると選手がよく後ろの太ももの後ろを肉離れするんですよ、それでこっちを鍛えなきゃいけないっていうのとこう合致しましてね、それで日本の陸上界はものすごいガーンと上がります。10秒28、青戸真司っていう人が10秒2台まで一気に上げたんですね、それはねいやこの後ろを鍛えるっていう、僕が盛んに言ったら中京大学の先生がね「いや関東さんの言う通りやってみるよ」って言ってやってみたらね、もう次から次へと出て、ついにですね 100m のランナー中京大学でもうトップになって、それがこれでそれが真ん中ですね。新潟って書いてあります。新潟ですね。それで良かったんですが、カール・ルイスというすごい選手がいましてですね、カール・ルイスはなんであんなに速いんだと、いうことでカール・ルイスのもうやっぱりですね、カール・ルイスの特徴ってね、足モーションピクチャーなんかでこう調べてみるとですね、足全体を素早く回してるんですよ。そうするとね、足の筋肉をいくら鍛えてもね違うんじゃないかと。足全体を回すのはもっとこう体幹の部分が強くないと足全体を素早くあんなに回せないねということに気がついたんですね。それがね大体1999年ぐらいです。僕気がつきまして、NHK のディレクターがですね、いや今度はアトランタオリンピックがあるからどうやりましょうか。その時に、ね、出てきたのがねモーリス・グリーンっていう選手なんですよ。それも聞いたことあります。モーリス・グリーンはね前傾姿勢でねザーッと行きましてね、50メートルぐらいまで前傾で行くんですよ。なんであんなに。それでその頃ですね、ドーピングでベン・ジョンソンっていう人が9秒78っていう記録で9秒79だったかな78だったかな、それをねモーリス・グリーンがね初めてベン・ジョンソンの記録と並んだんですよ、ドーピングなしで。どうしてあんなに速く走るんだって言って前傾でこう行くからね、多分やっぱり体幹は間違いないなと。でその頃ねまだMRI 写真っていうのは撮れなかったんですよ、でもなんか体の奥深いとこだなって言って、そしてモーリス・グリーンが1996年のアトランタで優勝して、シドニーも出てきてるんですけど、その頃にMRI 写真っていうのがこう撮れるようになってきて、断層差。それで調べてみるとランナーが、これは筑波大学の先生がやったんですけど、強いランナーほど大腰筋が太いという。大腰筋っていうのはそのお腹の中の方にあるんですか。そう。それでその大腰筋を使って体幹深部筋を鍛えなきゃいけないっていうんで、そしたらそれを2000年の NHK のミラクルボディっていうところで発表したんですよ、だから陸上界の人はみんな分かって、そうだやっぱり体幹だっていう話になって、で2000年ぐらいから体幹を鍛えると。でもどうやって鍛えたらいいかって鍛え方が分からない。腹筋2000回背筋2000回とかそういう時代ですよ、そういうんじゃなくてもなんとか鍛えられないかっていうんで、そういうのが契機でだんだんこういうマシン、いくら言ってもわからないのでもうしょうがないな、そういうものがトレーニングできるマシンを開発しようっていう考え方に変わってきて、いくら学者がねいいことを言ってもね、スポーツの現場では体感するって体で感じる、頭で感じるんじゃなくて体で感じないとやっぱり理解しないってんでしょうがないな。じゃあもう足が速くなるマシンとかその体幹深部を鍛えるマシンを作るしかないなって言って、大体50過ぎてから一応そういうそのマシントレーニングの方に頭をこう使うようになってきました。それまでは理論でいろいろ言ってきたけど。そうです、はい、なるほど。だから動作を分析して多分そうだろうなっていう、それで日本の陸上界バーッと強くなりまして、今世界で日本人がスポーツで強くなってるほとんどの人が体幹をトレーニングしましたって言ってるでしょう。もう2000年にもこれからは体幹の時代だよと。でその次にまた
もう一つ図が多分出てくると思いますが、これからは体幹だけじゃダメだよと。そして体幹といろんな筋肉と、それから脳ですね、脳の時代に入りますよそういう流れになってます今。じゃあ日本の、特に短距離界のそのトレーニング理論っていうのの最先端をずっと提案され続けて日本、そうですね。それで日本のバイオメカニクスっていう動作分析は特に陸上関係では世界一です今。もうガーッともう差が開いてます。もう日本の、もうそういう筑波大学の阿江先生とか中心にしてバイオメカニクス研究班っていうのを作りまして、それが1991年に作って、そのままざーっと活動してますので、今世界一でもう絶対その他の国はかなわないですね。追いつけないから。追いつけない。そういう中でリレーでまず一人じゃ難しいからリレーで行こうとかね。今日本リレーすごいですよね、短距離も。そういうのも全部こういうその研究から派生したものですね。で多分 100m で、日本人も決勝で行くんじゃないですか、そろそろ。今サニブラウン選手とかもこの前言ってましたね、世界そうですね、いろいろああいう選手も出てきてますね。まだ9秒9とかね、そういう時代じゃないですよ。もう8とか7の時代ですからもうちょっと頑張ってもらわないといけないですよね。今この腸腰筋のところまで話していただいて、これからはこの脊柱起立筋であったり、あとここにはないですけど脳の時代っていうの。そうですね、そういう流れですね。脊柱起立筋とか脳っていうのも、最近トレーニング理論の中に出てきた考え方なんですか？前から僕は頭の中で考えてましたけど、そのやっぱり証明っていうかね、そういうのが難しいんですよね。実験して、それで、最近はですね、その有酸素運動をすると認知症になりにくいとかいう話になってきまして、やっとなんか運動が脳との関係とつながってきていますけれども、やはりその認知症になりにくい、あるいは認知症の進行を止めるっていうのには運動が必要なんですけど、どういう運動をしたらいいかっていうことになると、学術論文では有酸素運動ってまだそういうレベルなんですよ。もう明らかにその体の体幹深部筋が脳と直結してますので、そういう時代なんですよ。だから僕らのところは少し先走りしちゃうんですよね先を行き過ぎてなかなか理解されないところもある。大学の先生ってそれでいいんですよだから生きてるうちはなかなか恵まれない人が多いんだけど、僕はなんか長生きして恵まれたいなと思ってるんですけどじゃあこの動画も一つの一助になる。そう今脳のとアルツハイマー病と運動の関係っていうのをお聞きしたんですけど、アスリートにとっても例えばトレーニングで脳とかと関係してくることってあったりするんですかね？はっきり言ってやっぱりスポーツで成功する人はそれなりに頭がいいです。スポーツですよ、東大に入る学力がなくてもですね、それはちょっと違うのね。やっぱり脳というものと体の使い方、 QOM と脳っていうのは絶対関係しているので、脳の機能がやっぱり非常に重要だっていうふうに思いますし、逆に体を使うことが脳を刺激して、脳が優秀なんですね。だから子供が非常に重要です。運動不足の子供は脳が発達しにくいんですよ。そうなんですよね。だからそういういろんな脳と体の関係っていうのがものすごく大事だっていうのはありますね。僕これまでトレーニングとか練習っていうと何ていうんですかね、筋肉をどれだけ鍛えるかとかそういうことを意識してきたので、脳まで必要っていうのはなかなか意外というか衝撃の事実っていう感じしますね。いやもうそれ常識ですよ今それで、トレーニングのその歴史みたいな、トレーニング科学というかスポーツ科学の歴史みたいなのをお聞きしてきたんですけど、日本のトレーニング科学っていうのは結構進んでるっていうことだと思うんですけど、なんか日本は遅れてるって、アメリカとかよりトレーニング理論遅れてるってよく聞くんですけど。そんなことないですね。そんなことないです。それは間違ってますね。本当ですか？進んでますね、日本の方が。そうなんですね。日本は進んでないというイメージでした。どっちかというとアメリカとかの方がトレーニングとかフィットネスみたいなものがすごいなんか科学で進んでてみたいな。いやそんなことないと思いますよ。ただね、論文がね、
論文、そういう科学が進んでる進んでないっていうその科学の評価がですね、論文なんですよ今。だからその論文に書きやすい研究テーマとですねなかなか論文に書きにくいテーマがありまして、でも本当の真実っていうのはまあなかなかその論文化しにくいところあるんですね。いろんな要素が絡まって、だから科学論文っていうのは非常にシンプリファイしながら、そのテーマごとにきちっとやらないと、まあ、サイエンスとして認められないっていう傾向があるんですが、我々生きてる人間にとってはですね、そんなシンプルなもんじゃないじゃないですか。ものすごくいろいろなものが噛み合ってるので、そういうことは簡単に言うとですね、東洋の思想っていうのが主に気であるとか、まあいろんな哲学であるとか宇宙観とかいろいろあるじゃないですか。でこっちの方はサイエンスでこう来てますけど、やっぱりその東洋的な発想っていうのかな、それから武術のものっていうのは進んでるんですよ。だから決してですね、いやアメリカファーストって思わなくて大丈夫なんですよ。そうなんですね。はい。その科学っていうその定量化できるものは進んでいるように見えるけど。そうですそうです。はい。定量化できないものっていう人間が生きていく上では定量化が可能なものとなかなか定量化が難しいものがあるんですね。それで昔なんかでも例えば天才的な人が宇宙はこうですよって言って、で実験科学でそれが実証され、何十年か30年経って実証されて、この人がノーベル賞をもらうんだけど、こっちの人はなんか変人扱いされるっていうそういう事例はたくさんあるわけね。本当のことに近づくにつれてどんどん物事複雑になってきますもんね。そうですね。それからもうやっぱり人間が生きてるうちには少し東洋的ななんかインド哲学とかですね、ちょっとカルト的なものがあったりですね、いろんな要素があるので、なかなか完璧には完全に科学だけでね、きちっとしていくのは難しいんだけど、そこが簡単に科学がなんていうのかな、完成しないでまだまだこうずっといくっていう、そういう流れですね。科学の世界でその教授まで上り詰められた先生からそういうなんていうんですか、東洋とかそういった言葉が出てくるっていうのが結構意外でしたね。なんかいやもうそれは常識ですよ。はい。だから科学ではまだ扱えない領域もあるっていうことを。いやいや、例えばこうやってファーってやったら向こうでパンと飛んじゃったとかいうの科学で証明できないじゃないですか。でも現実問題はそれできるんですよね。そういうようなことがたくさんあって、だから昔は今おっしゃってた脳と脳と運動の関係っていうのもそういった類のものだったんですよね。それの実験、その当時の実験手法では脳とかは調べられなくて、ただそれを言ってた人は変人扱いされてたけど、今では実験手法が脳についてもそうですね。だから実験手法がなかったっていう部分がありますよね。だから今はそういうふうな東洋とか気とかそういったこともどんどん科学で解明される時代ももしかしたら来るかもしれないっていう。来るでしょうね。来ると思いますよ。昔よりはかなりこう、進歩してきてますからね。でもまだまだねわからないことがたくさんありますよね。すごいことがたくさんあります。で昔の人はこうやってじゃあお医者さんが脈を取りましょうって言って脈を見てですね、何かここが悪いですね分かっちゃったんですよ。今お医者さんそんなことできる人いないじゃないですか。そう占い師みたいにしてこう怪しくなっちゃうわけですよね。だからそういうふうにお医者さんも今何をやるかっていうと検査をしてあとお薬を処方するのがメインなあれで、全然裸になって見てもくれないって言って文句言ってる人いますよね。数字を見るっていうことですよね。今昔はこうやって聴診が出てこんなことをやってね、なんとなく分かったんでしょ。今そんなことはないですね。あんまりないでしょう。でもなんかそういうことになんか真実があったんだと思いますよね。だからもちろん科学っていうのはすごい大事だし、科学をもうしっかり尊重しなきゃいけないけども、いろんな要素がある。でこういうマシンなんかもそういう、僕なんかは合気道をやりまして、その合気道のエッセンスが入ってるんです実は。面白いですね。はい、ちょっと後でそれはまた後の話になりますが、はい。